はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケイチです。今回はですね、毎年恒例の夏になるとですね、おすすめの本100冊とか夏市とかがですね、出てくるので、この中からですね、僕が気になった作品、今後読みたいなっていう作品をですね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。ここにね、新潮文庫と集英社文庫の冊子はあるんですけども、角川文庫のやつはね、冊子がなかったんで、角川文庫はネットを見ながらですね、お話ししていこうかなと思います。毎年ですね、夏になるとこういうのが出されて、どんな本がおすすめされてるんだろうかとか、あとはね、まだ僕が知らない本とか、興味ある本とかが載ってて、結構ワクワクするんですけども、ちょっとね、先に今回ね、このそれぞれのおすすめの本とかを見てったらですね、意外なことに気づいて、僕自身が今までね、読んできた本っていうのが、実はね、かなり新潮文庫のおすすめの本にすごい偏ってるっていうのがね、分かりまして、この集英社文庫とか、あとが角川文庫のおすすめの本とかって見たんですけども、意外とね、僕はね、作者すらも知らないような、あとは作品もね、見たことないような作品がいっぱいね、おすすめで紹介されてたんですけども、新潮文庫に限っては、どれもこれもっていうか、結構ね、読んだことあるな、知ってるなっていう風な本がね、すごい多いんですよ。でこれがね、なんかびっくりして、別にね、寄せてたわけじゃないんですよ。毎年毎年こういう冊子とかは、手に取ってパラパラめくってですね、見てみて、これ気になったなってのをどんどん読んでるつもりなんですけども、かなりね、その新潮文庫の、おすすめに偏ってたのがね、びっくりで。で、実際にですね、僕自身が結構読む文庫としても、新潮文庫って僕かなり読んでるんですよ。その角川とか文集文庫とかもよく読むんですけども、講談社とかも読むんですけど、結構ね、多分僕が読んできた文庫本を割合で表すと、7、8割ぐらい、多分、新潮文庫で読んでるんですよ。不思議と。ただね、これはね、ちょっと理由があって、新潮文庫って、紐のしおりが元からついてるじゃないですか。あれがね、結構僕が好きで、こんな感じでですね、この紐のしおりが僕結構好きなんですよ。他のね、出版社だとね、この紐のしおりってついてないんですけども、なんでね、僕がこういう紐のしおりの方が好きかっていうと、どうしてもね、紙のしおりとかだと、その紙のしおりとかの場合は、やっぱりこの次のページを読むときですね、しおり挟んでるところから次読もうかなと思った時の、ここがですね、やっぱしおりが挟んでるせいで、ちょっと浮き上がるんですよ。なので、僕いつもね、この紙のしおりとかの場合は、一回しおり外しちゃうんですね。外してどっかに挟んどいて、でそれで読んでいくんですよ。で、また読み終わったら、しおりを挟むっていう風にやってるんですけども、これがですね、紐のしおりだとどういうことが起こるかっていうと、紐をね、挟んだ状態のままね、読み進められるんですね。で、そこからパーって読んでって、そろそろ、読むの止めようかなって思った時に、こうやってね、紐でね、自分が最初に読み始めた地点がわかるんですね。そうすると、その時の1回でね、自分が読んだ量っていうのがわかるんですよね。これがね、結構すごい満足感が高くて、こんなに読んだんだみたいなね、逆にこんだけしか読んでなかったんだっていうのが分かって、これがね、紐のしおりの良さかなって僕は思うんですよ。なのでね、僕個人的にはね、この紐のしおりすごい大好きで、このしおりがね、すごい広まってほしいなって思うんですけど、なぜかね、新潮文庫以外はないんで、おそらくね、これなんかで守られてるのかなって思ってるんですね。その特許なのか、それとも、デザイン性の衣装権なのかわかんないですけども、なんかでね、守られてないと、他がね、参画してこないわけないのと思って。本当にね、個人的にはすごいね、紐のしおり大好きなんで、そういう意味でもね、新潮文庫さんよく買っちゃってます。なので、新潮文庫で出版されてる本があったら、そっちを読む傾向がありますね。同じ本だとしても。ただこれはね、僕がその中古の本を結構買うことが多くて、新品だと大体ね、なんか別にしおりが挟まってることが多いんですけども、どうしてもね、中古で買うとね、しおりはね、どっか行ってるので、やっぱりそういう意味でもね、中古で買うときも、新潮文庫の方がね、僕は好みですね。もちろん、僕がね、今使ってるこのブックカバーであれば、これね、今読んでる本も、しおりがないんですよ。新潮文庫じゃなくて、文集文庫なんですけども、こんな感じでですね、こうやってブックカバーでしおりを作れるので、全然これでも構わないんですけども、これもね、同じように、やっぱり一回しおりを取って、そこから読み進めなきゃいけないと。で、また、どれぐらい読んだか分かんないですけども、しおりを挟むっていう風にしなきゃいけない。その時にね、自分がどれだけ読んだかっていうのが、ちょっと把握しづらいっていうのがあって、モチベーションにつながってくるだけの話なんですけども、結構しおりのついた本が好きですね。はい、そんなですね、どうでもいい話は置いといて、今回ですね、それぞれの出版社から出されているおすすめの本を見てですね、僕が気になった本を、ちょっとずつピックアップしていこうかなと思います。まずね、角川さんの本で言うと、最初にね、気になったのは、ヒューマンドラマで紹介されてる
時には懺悔をっていう内海さんの作品ですね。これがね、まあなんか映画化も決定されてるみたい。ちょっとね、まあヒューマンドラマっていうのと、あとは時には懺悔をっていうこのタイトルからですね、ちょっと面白そうかなっていう。僕はね、結構ヒューマンドラマが好きなんで、こういうのはちょっと刺さりそうだなと。まあ濃密な親子の絆を描くっていう感じでね、まあ多分ちょっと泣けるような感じもね、してきますね。あと他にですね、僕が気になったところで言うと、まあ、ミステリー小説なんですけども、作家さんですね、堂場俊一さんっていう方、このね、堂場さんっていう方は、やっぱ書店とか行くと、その堂場さんの本ずらーってなんか並んでるイメージがあるんですよ。でこの人すごい書いてるなっていう印象があってね、まだね、一回も読んだことないんで、どういう人なのかなってのはわかんないんですけども、この人、サスペンス、ミステリーだったんだっていうね。角川さんが紹介してるのは、刑事の加瀬っていう本ですけども、ちょっとね、その堂場さんとか読んでみたいなっていうふうに思ってるんですよね。名前だけは知ってて。あとはね、これ結構いいなと思ったのが、100分読書っていうのが紹介されてて、この中にですね、その江戸川乱歩さんの人間椅子とか、あとはね、夢野久作さん、これね、瓶杖の地獄が紹介されてますけども、夢野久作さんは、ドグラマグラっていう本。これがね、結構有名な本で、タイトルだけは僕も知ってるんですよ。で、読みたいなと思ってるんですけど、ちょっとね、ドグラマグラに関する変な噂っていうのがあって、ドグラマグラを読むと、ちょっと頭おかしくなるという風に言われてるんですね。ちょっと多分、すっきりしないような感じがあるのかなっていう、少しね、ドロドロしてそうな印象を受けるんですよ。なのでね、いきなりね、夢の久作さんをドグラマグラで味わっちゃうと、ちょっときついかなっていう勝手なイメージがあるんですね。なので、こういう100分読書とかっていう薄い本からね、夢野さんを知っていきたいなっていうのもあるんですね。そんな感じですね、角川さんは。で、次ですね、集英社さんがおすすめしてる本で、気になった本っていうのが、これね、作者としては宮本照さんなんですけども、宮本照さんのですね、草花たちの静かな誓いっていう本ですね。僕はね、宮本照さん大好きなんで、宮本照さんの作品はね、もう死ぬまでに全部読み切ろうっていう気持ちなんですけども、これなんで気になったかっていうとですね、紹介文読んでみると、ロサンゼルスに住んでた祖母から莫大な遺産を相続することになったって書かれてるんですね。で、宮本照さんってちょっと昔の時代の話を書く人なんで、基本的に日本の昔の日常が描かれてることが多いんですけども、そこにね、ロサンゼルスっていう海外がね、入ってきたんで、結構ね、僕が思ってる宮本照さんの世界観じゃないなと思って、これがね、ちょっと新しいかなって。実際に祖母が住んでたっていうだけなんで、物語の中でロサンゼルスが出てくるかどうかは微妙ですけども、ちょっとね、その外国の要素を入れたっていうのが僕にとっては新しいかなって思いましたね。あと気になるのはですね、東野圭吾さんの原野ですね。白夜行もあって読みたいなって思ってるんですけど、白夜行はですね、やっぱり本の厚さが尋常じゃないですから、ちょっとですね、いつか読みたいっていう感じですね。今年か来年かっていう、いつもね、そんな感じで思ってるんですけど。あとはですね、目についちゃったのはですね、RPG っていう宮部みゆきさんの本。宮部さんはね、本当僕にとってはね、結構怖い印象なんですね。読者の心もえぐられるような、結構ね、力が強いんですよね。読者もね、結構相当なダメージを負うので、なかなかね、覚悟して読まなきゃいけないと思ってるんですけど、やっぱりね、力がある作家なんで、読みたいなって思っちゃうんですね。でもやっぱり怖いっていうのが。あとはね、原田マハさんのジベルニーの食卓。原田さんはですね、やっぱ美術の、学芸員、なんて言うんだっけな、キュレーターか、キュレーターだったんで、やっぱりその美術に関した本が多いんですけども、原田さんはですね、別にハラハラするとかドキドキするとか、あとは怖いとか、なんだろうな、どちらかというとヒューマンドラマっぽくもあるんだけども、でも中性的っていうのかな、いろんな知識が知れて面白いなっていう本で、嫌な印象も持ってない人で、結構僕にとってはね、中立、純粋になんか知識がいっぱい得られるなっていう人。それをね、物語調にしてちょっとね、フィクションも混ぜながらなんですけども、でも、すごいね、楽しく学べるって感じの人。あとはね、その隣にあるね、岸見一郎さんのゆっくり学ぶですね。岸見一郎さんが嫌われる勇気の著者らしいんですね。そうだったのかと思って。で、ゆっくり学ぶっていうね、なんかちょっと面白そうなタイトルでね、学びについてまたゆっくり考えたいなっていうのもあって、ちょっとね、興味ありますね。あとはね、なんか名前だけなんかなぜか知ってるけど、浅田二郎さんですね、帰郷っていう本が紹介されてますけど、なんかね、惹かれるんですよね。どういう話かも全然わかんないんですけども、なんで僕が名前知ってるのかわかんないんですけど、誰かの本の中に出てきたかなっていう、なんか名前だけを知ってる存在ですかね。
はい。集英社さんからのおすすめの本で気になってるのはそんなもんですね。で、最後ですね、春潮文庫。これはね、春潮文庫は結構読んでる作品も多いし、おすすめされてる本も、作者自体は知ってるとかっていうのが多くて、結構惹かれるものがね、多いんですけども、僕がね、ずーっと、読書初期からですね、気になってる作品が、深夜特急ですね。これね、もうどういう話かっていうのは全然分かってなかったんですけど、ネットとかで調べて、人生でね、死ぬまでに一回は読んだ方がいい作品とかって調べると、深夜特急出てくるんですよ。で、この本の内容を全く僕は知らなかったんですけども、ここの、ね、紹介文だけ読んでみると、26歳の青年は仕事を投げ出し旅に出たと。永遠の旅のバイブルって書かれてですね、僕も結構旅行好きなんでね、あ、これ読みたいと。内容を知ってなおやっぱ読みたいって思った作品なんでね、できれば近いうちに読みたいなと思ってます。あとはですね、すごい気になったのは、司馬遼太郎さんですね。やっぱり司馬さんの作品はね、長いんだけども、本当にね、いろんなこと知れて、しかも楽しめて読めるっていうのがあって、歴史をね、楽しく学べるっていうので、かなり僕は好きな作家さんなんですけど、このフクロウの城っていうね、信長とか秀吉、その時代の話になってくるのでね、またちょっと、これ読みたいなっていう。しかも直木賞を受賞してるっていうのがね、面白いかなっていう。あとはですね、気になってるのが、この新刊なんですけども、白金の葉っていうね、千早さんがね、書いてる。これなんかね、タイトルとね、この表紙にすごい僕は惹かれちゃってね、なんか登場人物の説明とかもあるんですけども、別にそれを読まなくてもね、なんかこれ読みたいなって思う惹かれるものがあって、ちょっとね、読んでみたいっていう。結構ね、直木賞に僕は惹かれちゃうっていうのがあって、それだけっちゃそれだけなんですけど、あとはね、角田光代さんですね。探し物がここ紹介されてますけど、角田さんもね、僕一回も読んだことなくて、結構人気な作家さんでね、角田さんめちゃめちゃいいって言ってる人結構多いのでね、そろそろね、読んでみたいなっていうふうに思ってますね。あとはね、余談ですけども、考える本で紹介されてる罪と罰、ドストエフスキーさんの作品ですね。これ本当におすすめなんでね、ぜひ読んでほしい。めちゃめちゃね、考えさせられますし、そのドストエフスキーさんの冗長な文、言い方悪くすると無駄が多いように見える分とかもね、結構味わえて、ドストエフスキーさんも味わえるし、罪と罰っていうね、ものについても考えられる。すごいね、いい作品だと思います。そこまでね、くどくないっていうか、あまり読んでても疲れない。カラマーゾフの兄弟はね、僕はね、再三言ってますけども、あれはね、結構読み手側もしっかりね、読み切るぞっていう覚悟がないと、読み切れないんじゃないかなっていうぐらい、すんごい冗長なんでね、それに比べたら罪と罰は、冗長だなって感じつつも、物語が進んでいくんで、楽しめて読めるっていうのがあって、結構いい作品かなって思います。あとすごいね、気になってたのが、カニ光線ですね。小林武史さんもまだ読んだことなくて、しかもね、この紹介文がね、結構面白くて、その船は地獄行き、決して乗ってはいけないっていうね、もうこの紹介文だけで買えるなっていう風に思ったんですね。で、カニ光線でね、僕はね、気になってるのは、小林武史さんって結構古い年代の人ですから、どれぐらいの古い言葉で書かれてるのかなっていうのがすごい気になってるところなんですよ。例えばね、想像するイメージで言うと、双葉亭四明さんの浮雲、あれぐらいであれば読めるかなって思うんですよ。浮雲もね、最初だけはね、ちょっと、古いなって思って、ちょっとインパクトを受けたんですけど、でもね、読み進めていくと全然気にならなくなったんですよ。で、読めないなって思ったのは、コーダ・ロハンさんのですね、五重の塔。あれはね、ちょっと古すぎて読めないって思いましたね。小林さんがね、どの年代かちょっと僕はね、あまり詳しくないんで知らないんですけども、でもね、双葉亭四明さんと近いんじゃないかなって思ってますね。でもそこまで古くなければ読めそうだなっていう感じ。そこだけはね、ちょっとね、引っかかってて、なかなかね、手をつけられてない作品なんですね。あとはね、また紹介になりますけども、考える本で、入ってる、黒い雨、沈黙、金閣寺ですね。ここら辺本当におすすめなんですよ。でもね、沈黙はね、めちゃめちゃ苦しいです。めっちゃ苦しいけど、すごい考えさせられます。黒い雨はね、あんまりグロテスクな描写なかったと思うけども、普通にね、純粋に考えられる本かなと思います。その原爆とか戦争についてのですね、考えられるのでおすすめですね。金閣寺ちょっと難しいんですけども、でもね、読んだ後はやっぱじわじわとね、読んでよかったなって思える作品なのでね、でもちょっと難しいっていうのがありますね。あとはね、なんかね、ちょっとびっくりしたのが、びっくりっていうか、しっくりこないなと思ったのが、泣ける本の中にね、暇と退屈の倫理学が入ってて、そんな本だったっけって思ってね、別に考える本に入れてもいいんじゃないかなって思ったのが、ちょっとだけ引っかかりましたね。泣けたっけなーって思って。あとはですね、やばい本の中に入ってるバターですね。これなんか今、海外でもすごい人気らしいですけども、バターはですね、やばい本に入ってるのね、結構ね、納得ですね。すごいインパクトがあるかっていうと、そうでもないんですけども、結構面白い作品ですね。
過去の僕の動画でもですね、味を占めるっていうことにかけてですね、人間の感情というか、欲望をですね、味の描写にですね、かけてることがあって、過去の僕自身も結構いいこと言ってるなって思ったのが、味を占めるっていうのにかけてるっていうのと、あとはね、別の動画なんですけども、1年間でね、最も良かった本を紹介する動画の中で、このバターを紹介するときに、現代の人々は欲望にかぶりつくことに飢えてるって僕は表現したんですね。これがね、結構いい表現かなと思って、やっぱり、飢えてるっていうよりかも、かぶりつきたくてもつけないっていう状況。だから、かぶりついた時の自分の満足感とか幸福感っていうのを知らないって。でもそれを、目の前でね、やってる女性がいて、それにどんどん主人公っていうか記者がね、惹かれていくっていう、そういう描写がね、面白くて、だんだんやっぱり自分の欲望に忠実になっていくと。もう周りからの目なんか気にせずにっていう風なってって、それもね、結構面白い要素かなって思ったので、ぜひね、そこら辺気にしながら読んでみてほしいなと思います。あとはね、やばい本に紹介されてる気になる本っていうと、太陽の塔ですね。森見富彦さん。森見さんね、ほんと好きな作家さんでね、太陽の塔っていう、しかもこれがね、デビュー作っていうのがね、結構気になっててね、どんな話なんだろうっていう、失恋と妄想を描く、森見さんはパラレルワールドっていうか、2つの世界線、2つ以上の場合もあるけども、やっぱりね、別々の世界観を描くっていうのが、それを並行して描くっていうのがすごい得意な人でね、太陽の塔っていうのがね、どういう、2つの世界観があるのかなっていうのも気になりますね。あとはですね、これどうしてもね、紹介したかったのが、紹介っていうか僕も読んだことないんですけど、柳田邦夫さんですね。柳田邦夫さんは、ゼロ式戦闘機、これだけ読んだことがあって、すごいね、わかりやすい人なんですよ。めちゃめちゃね、これだけゼロ戦のことを知れるっていう、風立ちぬっていうジブリの映画、あれはね、人間の心情に結構フォーカスを当てて映像が作られてますけども、ゼロ式戦闘機の方は本当にゼロ戦がどうやって出来上がってきたかっていうね、その技術系の話が結構多いかなっていう。もちろんそんな難しい話じゃないんですけども、でもその、やっぱ技術でね、結構努力しないと、成し得なかった、作り得なかったものなので、そこら辺がね、本当にね、事細かく知れて、めちゃめちゃね、分かりやすく書いてくれる人だなと思って。このね、遠野物語、これもね、ちょっと読みたいなって、柳田さんの本も他のやつ読みたいなって思ってたんですよね。そんなとこですかね。はい。ですので、皆さんもですね、気になった本があったら、手に取ってみてほしいなと思います。はい。それでですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。